はい、こんにちは。ステップスポーツ福岡店の宮根です。本日も宮根が考えるチャート表を一挙大公開。第6弾。シューズの種類が増えすぎてシューズごとの上下関係わからなくなっていませんか？そういった方のために私宮根がブランド別にチャート表を公開していく企画です。ということで第6回、今回はナイキのすべてのシューズを性能順で順位付けしチャート表を作っていきたいと思います。シューズ選びの際少しでも参考になれば幸いです。それでは本編へレッツゴー。まずは本日紹介する10足がこちらになります。ではまずは大きくレーシング、トレーニング、この2種類に分けていきます。レーシングがアルファフライ3、ペーパーフライネクストパーセント4、ストリークフライ2、ズームフライ6、トレーニングがペガサスプラス、ペガサスプレミアム、ペガサス41、ボメロ18、ライバルフライ4、ライバルワッフル6となります。それではレーシング項目からやっていきましょう。1足目がこちら、アルファフライ3。前人未到のフルマラソン2時間切りを果たしたシリーズの最新モデルをご紹介です。ナイキのレーシングシューズといえばペーパーフライ、アルファフライが代表的ですよね。イメージとしては使いやすいペーパー、パワーは1万だけどじゃじゃ馬のアルファといった方も多いと思いますが、実はこのアルファフライ3になってからかなり扱いやすくなりました。前作まではミッドソールが2分割されており絶対フォアフットしか許さないといった感じでしたが、今作からはそこが改善されました。接地面積を広げることで接地時の安定感がアップしています。そのためミッドフット接地でも扱えるようになり、以前よりも幅広いランナーさんから選ばれるモデルとなりました。とはいえこのエアの反発を最大限に生かすには接地する位置、体重を乗せるタイミング、その際ぶれない強い体幹が必要となりますので、使える幅が広がったとはいえ使いこなせている人は少ないのではないでしょうか。この反発を最大限にもらえたらどれぐらいの推進力が出るのかいつか経験してみたいです。ちなみに私の走り方ではまだまだ道は遠そうです。ということでチャート的にはもちろん1位、サブ 2.5 からサブ3以上の方におすすめです。ハーフや10キロの本番用やあえて普段の練習を負荷の強いアルファフライにしてレースに扱いやすいペーパーを持ってくるなんて人もいらっしゃいますので、お持ちの方はそういった使い方も検討してみてください。続いてはペーパーフライ4、陸上界のルールを変えたペーパーフライシリーズの最新作のご紹介です。先ほどのアルファフライに続きナイキのレーシングシューズ代表のペーパーフライ、今でこそ各ブランドさんが厚底カーボンが発売されまさに群雄割拠の時代ですが、一昔前まではペーパーフライが合わないなら足を変えるとまで言われていたモデルなんです。そんなペーパーフライも4代目となり大きく進化を遂げました。ミッドソールは変わらずフルレングスのズーム X、 前作よりもドロップが減ったことで前寄りの設置がしやすくプレートの恩恵を受けやすくなっております。さらに今作からカーボンプレートの角度が15度から20度に変更され、ドロップの変更と相まってより強い推進力を得られるようになりました。そしてなんといっても一番の変化はこの軽量性です。前作も相当軽かったのですが、今作はなんと約 10% の軽量化を成功しました。一部特別なモデルを除けば最軽量のレーシングシューズです。ということでチャート的にはサブ3以上の方におすすめです。体格が大きく体幹がしっかりしている方であれば
サブ 3.5 でのご使用もできると思います。以前の動画でお話ししたんですけど、私アディオスプロ3のちょうどいい硬さが好きで、アディオスプロ4になってから柔らかくなってちょっと困っていたのですが、ペーパーフライ4ちょうどいいですよね。レース用、もしかしたらありかもしれません。続いてはストリークフライ2、ナイキの最新レーシングシューズのご紹介です。今回大幅にアップデートの入ったこのストリークフライ2、もはや前作とは全く別のシューズとなりました。ミッドソールには ZoomX を搭載、フルレングスのカーボンプレートも内蔵と、ここまではペーパーフライと同じですが、なんとドロップが 4mm、 ペーパーフライ4よりもさらに 2mm 低く、実際に履くと強制的に母子球で立たされる感覚があります。そしてなんといっても一番の売りがこの軽量性、28センチで 145g といった厚底カーボンとは言えない驚きの軽さとなっております。カーボンのコードなどは細かく言えば他にも違いはありますが、簡単にまとめると、かかとがなくなって軽くなったペーパーフライ4とも言えます。このシューズの細かい解説は過去に何度か出しておりますので、ぜひそちらをご覧ください。ということで、チャート的にはサブ3以上の方におすすめです。本来の使い方はスピードを伴う練習やレースで使うにしてもハーフ以下の短い距離専用ですね。この前お客様からピンがなくなったドラゴンフライみたいって言われて、なるほどなと思いました。独特な設置感ですので、ぜひ一度店頭で試し履きしてみてくださいね。続いてはこちら、ズームフライ6。昨年アップデートされたズームフライ6、5の安定感重視とは打って変わってスピードモデルになりました。ミッドソール上部にはトップシューズと同じ ZoomX を、下部には安定性に長けたキャリアフォームを搭載、さらに厚みが規格オーバーの 42mm、 反発性とクッション性に長けた万能シューズとなっております。内側にはフルレングスのカーボンプレートも内蔵していますが、トップシューズに比べ少し高度が低く屈曲しやすくなっております。これらのことから扱いやすいカーボンシューズとして人気があります。ということで、チャートではサブ 3.5 からサブ4の方におすすめです。初めてカーボンシューズに挑戦する方にもおすすめですよ。実はズームフライ5ってあまり評判良くなかったんですけど、今回のズームフライ6は3や4を彷彿とさせるスピードシューズになり、再び大好評シューズに返り咲きました。あの頃のズームフライ良かったなと思う方は、ぜひ一度履きに来てみてください。ということで、続いてはトレーニング項目いってみましょう。トレーニング項目1作目はペガサスプラス。伝説と称されたペガサスターボの DNA を継承するモデルのご紹介です。特徴としてはこのアッパー素材ですかね。足当たりの良いフライニットアッパーを使用しており、足幅や甲の高さにかかわらずフィットしてくれるので、誰でも気持ちよく履いていただけます。ミッドソールもフルレングスの ZoomX ですが、そこまで高度が低いわけではなく、ある程度の硬さがありますので、部活生の練習用としても重宝されております。ジョグからスピード練習まで万能でこなせるシューズ。扱う人の幅が広いので、発売から1年近く経ちますが、未だ大人気の一足です。ということで、チャートではサブ 3.5 からサブ4の方におすすめです。サブ 3.5 からサブ4でカーボンが欲しいならズームフライ、カーボンが苦手ならペガサスプラスといった使い分けができますよ。一足あれば便利なので、ぜひご検討ください。次にペガサスシリーズの頂点、ペガサスプレミアムです。最高スペックシューズのご紹介です。昨年末に発売されたペガサスシリーズの頂点、ペガサスプレミアムですが、特徴としては何といってもこの贅沢な素材の数々。
ナイキ最高の反発素材ズーム X を上部に配置。同じくナイキ最高のクッション素材リアクト X を下部に配置し、その間にナイキ初となるフルレングスのビジブルエアズームユニットを搭載しており、まさにナイキの持つテクノロジーの極みのようなシューズです。そんなペガサスプレミアムですが、よく意外とスピードが出ないといったお声をいただきます。そうなんです。これ結構勘違いされがちなんですが、ペガサスプレミアムは反発力を上げてスピードを出すのではなく、今出ているスピードを持続させてくれるシューズなんです。なのでスピードを出したいのであれば、フルレングスのズーム X を搭載しているペガサスプラスの方が向いていると考えております。どちらかといえば早めのジョグやペース走なので、助力は欲しいけど足に負担をかけたくないなんて方にはおすすめですね。ということでチャートではペガサスプラスと同じサブ 3.5 からサブ4、攻めのペガサスプラス、守りのペガサスプレミアムといった使い分けになると思います。履き心地も非常に独特で面白いので、ぜひ一度店頭で履いてみてください。続いてはペガサス41、最も歴史のあるナイキランニングシューズのご紹介です。こちら1983年から現在に至るまで継続的に販売されているペガサスの最新モデルです。衝撃吸収力の高いリアクト X フォームで足を守り、前足部とかかとに設置された2つのエアズームユニットが反発力を生み出してくれます。軽く走っても OK、 スピード練習に使っても OK、 レースでももちろん OK です。誰でも履けるまさに万能シューズです。デメリットで言えば、その万能性にゆえ専門性に欠けてるところですかね。なのでペガサスが物足りなく感じる方や、反発感が欲しいならペガサスプラス、クッション性が欲しいならボメロ18といった風に、より専門的なシューズへの乗り換えを検討してみてください。ということでチャートとしてはサブ4から 4.5、 サブ4を挑戦シューズで最も人気のある一足です。自分に何が必要なのかを調べるための指針ともなりますので、ぜひ一度は試してみてほしいです。続いてはボメロ18、ナイキ最高クッショニングシューズのご紹介です。今年発売されたこのボメロ18、ナイキ最高反発素材であるズーム X を搭載しておりますが、その周りをリアクト X フォームで包み込むことで、沈み込みの時のぐらつきを抑え、クッション性、反発性、安定感3つを併せ持ったシューズとなっております。少し重量はありますが、足首周りのフィット感も高く、実際そこまで重さを感じることもありません。しかし軽量シューズに比べればやはりスピードは出しにくい印象なので、スロージョグや LSD、 リカバリーランなんかに一足あれば便利ですね。気持ちよく楽に走れる靴が欲しいランナーにドンピシャです。ということでチャートとしてはサブ 4.5 から完走、ズーム X のクッションと反発力を最大限感じられたインビンシブルランや安定感抜群のケガゼロシリーズ、リアクトインフィニティもボメロ18はこれら2足のいいとこ取りなので、愛用していた方はぜひ一度ボメロ18を履いてみてください。最後にライバルフライ4、そしてライバルワッフル6、この2足はトレーニング目的のものなので、基本的にフルマラソンでは不向きとなっておりますが、薄底で走ってこそマラソンだといった方に向けてチャート表にはめ込んでみました。ライバルフライ4はサブ 3.5 からサブ4、ペガサス41と比較する形になるかなと思います。どうしても沈み込む感じが苦手な方はライバルフライ4を候補に入れてみてください。ライバルワッフル6はサブ3狙いの方、超薄底のためクッション性が全くないので、最初から最後までフォアフットで押していける方じゃないと難しいかなと思います。正直前例がなさすぎておすすめじゃない以上のことが分かりませんので、実際に走ったことがある方はぜひ感想を教えてください。
今では短距離選手に大人気すぎて幻のシューズとなってきております。まとめるとこんな感じになります。感覚の部分もありますので、もちろん個人差はあると思いますが、ナイキのシューズをご検討されている方はぜひ参考にしていただいて、自分に最も適したシューズを選んでいただけると幸いです。はい、ということでミヤネが考えるナイキチャート表でした。いやいやこれはこうだろうといった意見がある方、ぜひコメントください。参考にさせていただきます。他のブランドもやっていきますので、ぜひお楽しみにお待ちくださいね。それでは今回の動画につきまして、高評価、低評価、コメント、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまたの動画でお会いしましょう。さよなら。また見てね。